桃の中からひょっこりと顔を覗かせる子供や動物たち。実は茶道の世界で使われてきた樂茶碗の伝統的な製法で作られたオブジェです。吸熱・吸冷という独特な焼き方で作られる楽焼きの技法を学び、研究し作品を発表している陶芸作家が今回の主人公、美容窯津田智子さんです。津田さんは楽焼きの技法を生かしたアート作品を手掛ける一方で、茶碗や香合など伝統的な茶道具を作り続けています。本当にいい茶碗っていうのは、何よりやっぱり使う人を美しく見せてあげようっていう気持ちがそこに表現されているかどうかじゃないかなと思います。そのお茶の席が、亭主さんの思いがお客さんに伝わる、そういう手助けができるようなお茶碗が美しい茶碗であったりするんじゃないかなと思います。なぜこれが生まれて守られていっているのか、そういうことをだんだん理解すると、ほんまに楽っていうのはお茶を美味しく飲むために作られ愛された茶道具なんやなと思って、今その楽の良さっていうものを実感しています。2004年に独立し、右京区花園に窯を開いた津田さんが焼き物の世界に入ったのは21歳の時。当時 OL をしていましたが、何気なく立ち寄った清水のギャラリーで焼き物を見ているうちに、陶芸の道を志したいという思いがふつふつと湧き上がってきたそうです。門を叩いたのが烏丸九条で楽茶碗を製作する楽入窯でした。楽本家に対して脇窯と呼ばれる窯元です。津田さんは3代当主吉村楽入さんの下で7年間楽茶碗の製法を学びました。楽焼きの茶碗は安土桃山時代に千利休がわび茶というものを完成させるために瓦職人に作らせたことが始まりとされ、茶道の世界では一楽、二萩、三唐津と特に重んじられてきました。この楽茶碗というのは一番の特徴は染み込みます。旬できます。電子顕微鏡で見ますと大きな穴が開いた状態で焼けてきまして、焼けば焼くほど陶器はずっと焼き締まっていって、時期でしたらピタッとガラスになる。ところが、そうですね、普通の土物のものでいうとこれぐらい程度かと思いますと、表現するなら楽焼きというのはこんなになってまして、濃茶というものはあまり滑る、例えばガラスのような器でつるつる滑る上では練るという作業ができないと教わっています。ちょっとこびりつくような、何かねとっとした上でこそげ取るような姿でゆっくり練り上げていくということが、この湿り気のある器の大事なところで、お茶の真髄であるお濃茶を練らはるためにはどうしてもこの吸水性が必要だと思います。水の分子どころかお抹茶の粉がここへ入り込む。すますと慣れてくる、だんだん朽ちてくる。利休様が大変好まれたのはその朽ちていく美学、永遠ではなく変化していく美を、その茶を吸うていくということで表して、わざわざその短時間で焼くのでこんな、穴ぼこだらけで焼けておると。安土桃山時代に始まる楽茶碗は、秀吉の建てた聚楽台の近隣で採れた土を使い焼かれたことから楽焼きと呼ばれています。津田さんが使うのは独自に配合した土。一定の湿度を保ちながら数年寝かせることで、発生したバクテリアにより成形するのに適した粘りが生まれます。津田さんは20年にわたり何百通りものテストを繰り返し、土作りを研究してきました。
一点一点こういう季節にこういう形のこんな雰囲気が伝わる茶碗が作りたいっていうものをこう土を手の中で丸めている間にずっとこう考えてひねり始めてます。楽茶碗は手びねりで作るのが特徴です。手で土をこねて形を作り、ヘラで削って姿を整える技法です。できるだけ手跡を残す、それが使う時にぬくもりに感じたりするのではないかなと思って、そして竹べらとか木べらなんか柔らかい道具を使ってちょっとこそげ取るように削いでやる。するとこう土の表面の一皮がめくれて、土の表面が起こることで土の新しい表情を見せたり勢いを見せられたり、そういう手の跡の優しさと動きを混ぜ合わせながら成形しています。詫びの精神が息づく茶碗、人の手から偶然生まれるほのかな歪み、無作為の美、そんな表現を津田さんも目指しています。そしていよいよ窯入れ。楽茶碗は屋内に設置した内窯と呼ばれる窯を使います。土物と呼ばれる一般的な焼き物は1200度ほどの高温を保ちながら何日もかけて焼くのに対し、楽茶碗は900度ほどの低温で一つずつやっとこで挟み、10分程度焼いては取り出し、水につけて急速に冷やします。こうすることで楽焼独特の吸水性と土の素朴な温かみが生まれます。楽茶碗とは抹茶を美味しく飲むためだけに進化した主人と客が心を通わせるための道具です。近年津田さんは美容窯と名乗り、茶碗をはじめ茶道具を発表するようになりました。長楽美容という言葉があって、今は道半ばだけれども楽しいことはこれからこれからという言葉をお茶の先生からいただいて、美容というところだけを取らせていただいて美容窯と名付けました。ずっとこの仕事を続けていくこと、もっと掘り下げて自分の焼き物っていうのは何だろうとか、自分の新しいものをもっと探るっていうこと、それがやっぱり大切だと思ってます。さらに津田さんは昨年から料理を盛り付けるための器の研究・製作にも取り組み始めました。京都で楽焼きの技法を研究し、茶道具やオブジェを制作する陶芸作家津田智子さん。こちらは大梅通りと名付けたシリーズ。花はそれぞれの花を咲かせる、ありのままに。人間もそれぞれありのままでいいという意味が込められています。2019年2月21日、清水寺成就院で陶芸と京料理の未来を切り開くをテーマにした研究発表会が行われていました。京都の次世代を担う陶芸家18人と和食の料理人10人がコラボレーションし、1年かけて料理人が求める器について考え、試作に取り組んできました。津田智子さんもそのメンバーに選ばれ、京料理の歴史的背景や季節の表現、用途に応じた器の在り方などの研究を重ね、試作を繰り返してきました。津田さんは2月の発表に向けて節分用の大鉢と小鉢を制作しました。鬼もいて、あったかみもあるんでね、楽なんで楽しく、みんながこうワイワイ言いながら食べれるような、お酒飲めるようなお料理ができたらなとは思ってちょっと持ってみましたね。
楽焼きってそんなめちゃめちゃ大きいのはできひんのかなと僕はなんか思ってたんですけども、やっぱり毎日毎日こうね切磋琢磨されて作ってこられたやっぱり技術っていうのがこう生かされてるんだなというのは非常に感じますね。器側の私たちのこう想像をこう超えたものを見せていただいて、お楽しみ袋であったりびっくり箱を開けたような気持ちで拝見しました。美容窯津田智子さん。土と炎が作り出す景色。ただお茶を入れお茶を飲む、そこに深遠なる道があるように、津田さんはただ茶碗と器を作り続けていくのです。